中で歩行者の皆さんにお知らせします。現在ご覧のように公園周辺が大変混み合っています。この被爆者の思い、これを引き継ぐために最後の一人になるまで戦い抜く。戦後80年の節目を迎えた広島。戦争反対や平和を訴える人であふれました。そこに一人の記者がいました。当時多分島外科だったはずなんですけど、この真上がで原爆が炸裂した場所。五十嵐哲郎さん41歳。戦争を取材するフリージャーナリストです。3年前までは NHK の職員。戦争などがテーマの番組を作り、名誉ある賞をもらったほか、大越健介キャスターとも仕事をしていた敏腕ディレクターでした。その立場を捨てたのは、ある国を取材するためでした。3年前の冬に始まったロシアによるウクライナへの本格侵攻。会社員の立場では危険な前線に入るのが難しいため、フリーの記者になったのです。危険な戦場で記録する過酷な現実。日本にいてもその光景がよみがえる心の傷を抱えてきました。戦後80年、薄れゆく戦争のリアルを追って。先月、東京にある五十嵐さんの自宅。死なない、帰ってくる。本当に嫌だったら足を洗う。大事なことを書いておこうと思って。はい。書士ね。書士。仕事部屋にはウクライナ語の記者証や戦争と平和に関するたくさんの本。フリーになってからの3年間で4回ウクライナに行き、戦場を取材してきました。取材内容は雑誌やテレビで発表。その原稿料などが主な収入源です。見てこれ。口座残高7月7日の時点で1746円。取材に欠かせない防弾チョッキやヘルメットは自前。決して儲かる仕事ではありません。いただきます。実は独身ではなく2人の子を持つ父親。家族はこの仕事をどう思っているのでしょうか。彼は使命感を持って大事だよっていっぱい伝えようとしているけれど、彼の命がどうとか行くことに対する不安とかよりも、父親であり家族を持っているのだから、そこの責任を果たした上で仕事をしてやりたいことをすればいいと思っているんですかね。戦争のリアルを伝えたいと飛び込んだ戦場記者の世界。しかしそれは想像以上に過酷なものでした。初のウクライナは2022年の9月。ポーランドからウクライナへ、国境越えのバスの偶然の出会いから始まりました。侵攻が始まって、それまではもう全然あれですけど、まあ大丈夫でしょうみたいな。どうなんですか。まあウクライナ人は最後まで戦争が起きると信じなかったと思います。日本で働くウクライナ人のサーシャさん。ふるさとの両親に会いに来ました。何回日本に呼んだんだけど、話したくないって
自分の家だから、ここで生まれ育たれた場所だから離れたくないって言って。彼女のふるさとはロシア国境に近い東部の町ハルキウ。当時ロシアの影響下にあった東部一帯、ハルキウは攻防の最前線です。五十嵐さんも彼女の情報を頼りにハルキウへ急ぎます。ここはミサイルの攻撃があった場所です。住民がまだ暮らしている建物にミサイルが着弾しました。政府や軍の施設があるわけでもないただのアパート。サーシャさんの実家はこのすぐ近くです。Yeah, so we see some satellite furniture is like everything is just so much destroyed. ロシア軍との攻防による被害は一般市民にも広がっていました。住民たちは避難を急ぎます。Грустно, що бабушку з дедушкой не получается забрать, что сумой дуже. Сегодня пробовали попасть на автобус вот этот, который возит. Не хватает мест. 荷物は両手に持てる分だけです。徴兵された父親は町に残り、離れ離れに。戦争で引き裂かれる家族の姿。これが五十嵐さんの最初の取材現場でした。さらに東へ向かいます。前線の町に来ています。ここには、ヨーロッパ最大の崩壊した工場を撮影していたその時、丘が肉眼では見えるんですけれども、そこには、ロシア軍がいるということです。絶えず響く爆発音。ロシア軍からもこちらの姿が見えています。Right. Let's go. さらに危険だったのはその夜。宿泊していたホテルがミサイルで飛んでくる可能性が高いということで、今から退避します。俺はこの戦争ダメだと思って、映像と音声で伝えて多くの人にそれが広がってほしい。日本でそんなことがめえたって止まんねえまま止まんねえっていうのも知ってるけど、戦争が終わった日には支えようとしたよっていうことはそうであり、最後まであろうとすると思う。2回目の現地入りは本格侵攻から1年後。2月25日の朝です。本格侵攻から1年を過ぎた今日、今私が一緒にいる部隊は前線へと出発しています。この頃始めたのがウクライナ軍の同行取材。前線の戦いなどを記録しようと兵士たちと寝食を共にしていたのです。ラーメン彼らに溶け込む中で特に仲良くなったのが同世代の兵士です。
I'm teacher and my student student.えバシールさん45歳。when 前は音楽教師でした。徴兵されにくい年齢と職業でしたが、若者の代わりにと入隊しました。Та я молюся, щоб швидше та війна закінчилася, щоб просто багато дуже молодих таких, щоб вони ще не пожили, гинуть людей, хлопців, дівчата. Щоб просто, щоб ця війна закінчилася, щоб вони могли пожити, відчути то життя. Вони ще не відчули того життя. ニックネームは音楽家。ウクライナの民族楽器バヤンを弾いて仲間を勇気づけます。帰国後、兵士たちのリアルを捉えた記事や映像は高く評価され、雑誌やテレビで発表できました。ところがその後、多くの兵士が死亡か行方不明に。戦場の過酷な現実です。ウクライナを深く取材するほど心の傷は増えていきました。ただいまです。記者仲間と集まる東京のスナック。お酒を忘れられるじゃん一瞬。行けばわかる。これが聞こえると一番。匂いの方が強い。バイクの音にも似たドローンの音。400人以上の遺体が横たわる墓地の匂い。日本にいても音や匂いをきっかけにこの光景がよみがえります。一方、世間のウクライナへの関心は日に日に薄まっています。命がけで戦場に行き、心に傷を負ってまで取材を続ける意味を見失いかけていました。結構なんかすごいところにいて怖い思いをするんだけれど、今度はそれを日本に持って帰ってきて今ちょっといらないかなって言われるっていう。実は隣国は戦争してるんですけどね、ロシアという、なかなかそういう意識にはならず、意識の反対側で起きてるので。この無関心という壁にぶつかり、戦場に行くことをやめた記者仲間も少なくありません。葛藤の中、転機となる記事を発表します。東部前線に向かう軍用車パレットの部分にいます。ウクライナを取材する戦場ジャーナリスト五十嵐哲郎さん。今年自らの転機となる記事を発表しました。前線で出会った一人の兵士、音楽家と呼ばれたバシールさんについての記事です。弊社で音楽をバヤンっていう、そんな兵隊さんいるんだっていう、若い人中心の舞台で40代同士の会話をしてたんで、おじさん同士で、この人いい人だなみたいな感じの印象を、早く平和になってお互い家族で会えたら熱くねみたいな話を。再会を誓い合っていた2人。ところが去年7月、前線での任務中、
ロシア軍のドローン攻撃に遭い戦死。ふるさとに音楽を広げ、国のため戦った英雄として見送られました。彼の人生を丁寧に綴った記事は多くの読者の胸を打ちました。前線の激しさだけではない五十嵐さんならではの戦争のリアルを伝えられたのです。記事読んでもくれた人がなんか通じてくれたような感触があったんですよね。なんかよくわかんない兵隊の話なんだけど、あの当時4万人死んでるうちの一人の、ね、話だと思うんですけど、絶対これ届けないといけないよねっていうことを大きなその戻るきっかけにはなってるかなっていう感じがします。初めぐらいが一番大変ですか。さらに記事をきっかけに新たな動きも。失礼します。はい、こんにちは。やってきたのは東京の音楽練習室。現地にあるものをプレゼントしたいと申し出てくれました。いろいろ変わりますから試していただいて、はい、でそれで使っていただけばいいと思います。それでバシールさんの音楽学校は戦争で楽器などが不足し、子どもたちの発表会ができない状況に。それを SNS で発信したところ、寄付に応じる人が現れたのです。であとはね、こうやって知らせてくださるからつながっていくものもバタフライエフェクトでありますし、なんかいろんなことが次々つながっていくといいですね。はい、頑張りましょう。はい、とにかくじゃあ生きて帰ってきてください。はい、頑張ります。お待ちしてます。そこは大丈夫なんです。ご安心ください。すいません、はい、もちろんです。じゃあ、たった一本の記事が自身の葛藤と無力感を吹き飛ばしてくれました。そしてついに1年近く行けずにいたウクライナへ再び向かう日がやってきました。防弾チョッキにヘルメット、今回はピアノもある大荷物です。ほな戦争に行ってくるのに2週間ぐらいで帰る。5度目の渡航。奥さんはもう仕事に出ていて子供たちが見送ります。じゃあありがとうね。じゃあね、こちゃん。明るく振る舞っていますが、行き先は死の危険がある戦場です。忘れ物です。大丈夫です。大丈夫です。パスポートだけチェックします。はい、大丈夫です。ご指定されてるところで。そうですね。仕事だね。すごい仕事だと思うよ。もう二度と会えないかもしれない。本人がそれを一番分かっています。家族のことは忘れよう。モードを変えるってこと。モードを変えないと。家族のことは忘れよう。よし。仕事じゃ仕事。支えてくれるたくさんの人たちの思いとともに心を奮い立たせウクライナへ。あった。ちょっと待って。ミサイル攻撃を知らせる空襲警報。日本人が映画やドラマでしか聞いたことがない音は今のウクライナの日常です。
応9月1日で民族衣装とかを着て、入学式に来る子たち、まあ、空襲警報鳴ってるんですけど、なんだまあ入学式に行くだとか日常をそのまんま過ごしてる。警報は3分も経たずに解除。国境沿いの攻撃対象は東部で、この町は安全と分かったためです。ウクライナで最も西にある大都市リビウ。3年前は激しく攻撃されたものの、今は比較的安全な地域と考えられ、多くの避難民が暮らしています。ただ街で見かけるのは女性と子供、お年寄りばかり。多くの男たちは戦場に出ています。ウクライナ初日、訪れたい場所がありました。亡くなった音楽家バシールさんの墓です。1年前、兵士の墓はバシールさんだけだったこの場所。今は共に多くの兵士が眠っていました。すぐ近くにバシールさんの家があります。妻のテティアナさんが出迎えてくれました。Та не розувайтеся. Та не розувайтеся. Та ми зараз японець. Що ви хочете? Hi. And this is yeah. Thank you very much for letting me do the work. There's 2 extra copies. Каже, ще 2 кавусі і велика дяка за те, що дозволили якраз робити ці матеріали, вшанувати. And the piano. Can I open it? І він каже, що якраз таке послання від людини, яка задонатила це, що вона хоче, щоб музика продовжувала литися. Дякую. Обов'язково. Ой. О, дякую. バシールさんが愛用していたバヤン。いつでも音が出せるよう、きれいに手入れされていました。But it's not that big, I'm afraid. And 明日、特別な演奏会が開かれることになりました。Педаль допомагає, щоб звук. Вам щасливої дороги. Дякую, ми з вами на зв'язочку, якщо що. Добре. Гарного дня. Все, і вам. Навзаєм. テティアナさんたちに別れを告げ、激しい戦闘が続く東部へ。同行するのはここまで。ここから先は死の危険もある場所です。ピアノを渡す目的は終わったから東部に行くのをやめてもいいと思うんです。
からが取材。ここからが取材。ここからが多分お仕事だと思います。何があるんですか。戦争。戦争。また日本で。戦後80年、薄れゆく戦争のリアルを求めて、誰かが見に行かなければ私たちは真実を知ることができないのです。